動画のご視聴ありがとうございます。今回の動画はクルーダッシュボードドリルの応用編、問い合わせ管理ダッシュボードを作成していこうかなと思います。キントンにレコードを登録、問い合わせの情報を登録していくと、このような形で、今月は何件、未解決は何件、平均何時間ぐらい対応しているのかとか、そのあたりの情報、今回は2つのアプリの情報なんですけれども、それをですね、こんな形で一つのダッシュボードにすることで、一元で確認することができる。このあたりの設定をしていこうかなと思います。ドリルの一番下に行っていただくと、サンプルファイルがダウンロードできます。アプリのテンプレート、サンプルファイル、すでに設定しているクルーダッシュボードの設定ファイルも手に入りますので、まずこちらをダウンロードいただいて、アプリのテンプレートを展開、サンプルファイルを読み込んだ状態でクルーダッシュボードの方を設定していこうと思います。はい。アプリを3つ。問い合わせ一覧で問い合わせの内容がこちらに4828件。で、さらに契約数ですね。契約数もレコードとしては18件入っております。で、今回はこの問い合わせ管理。今回は問い合わせ管理の方でクルーダッシュボードの設定をしていきます。ナンバーで問い合わせのフェーズ、今月はとか、解決したものはみたいなものを入れていこうと思います。はい。それでは問い合わせ管理の方にクルーダッシュボードを、問い合わせ管理の方にクルーダッシュボードを設定していきます。まずナンバーを置いていただいて、問い合わせフェーズ別、今月はとか、平均対応時間はみたいなものを設定していきます。問い合わせ一覧でレコードの値に、レコード番号、問い合わせ一覧でレコードの値に欲しいので、受付の日付を今月でいいんですけれども、今回はサンプルデータ、過去のデータなので、ドリルと同じように過去のデータとして設定いただけたらなと思います。不要なパーセンテージの情報が入ってますので、ここをクリックしていただいて、書式で比較方法を値と値の比率から値に変更します。で、さらに上をクリックしていただいて、ここのテキストで今月の問い合わせとしていただいたら、デザインを変更しますので、こちらをナンバーにしていただきまして、まず背景色の最大値を青色、文字の塗りつぶしを白、そしてグラフのタイトルも色を白。こうすることでドリルと同じような形になっているかなと思います。コピーペーストができますので、先にコピーペーストをしておいてもいいかなと思います。次、こちらがですね、未解決にしますので、対応状況を対応中か未対応にしておきます。はい、これで未解決の問い合わせ。で、次に左下は解決済みですので、こちらもフィルターを完了にしておきましょう。で、今月分にしているので、例えばここを日付をセットすると、今月の問い合わせのうち解決したものみたいなことに設定することも可能です。で、最後に、平均の対応時間ですね。初回の返答時間を値に入れていただきまして、今数字をこういう形にすると、綺麗に見えるようになるかなと思います。ここの設定をしておくと、この期間とか今月にしておくと、今月の平均対応時間というのが見えてくるようになります。これで4つ設定することができました。問い合わせ担当者ごとの対応状況を可視化していこうと思います。円グラフ。で、こちらも問い合わせ一覧。系列。判例のところには対応担当者。値のところにレコード番号。で、フィルターのところには対応状況で対応中未対応。で、相当、対応担当者、値、対応件数、そしてここの名前をこれで確認できるようになりました。次に問い合わせの種別ごとに時間、対応時間を見ていこうと思いますので、横棒グラフですね。問い合わせ一覧。で、軸に問い合わせ種別。値に初回の返答時間。
値の項目を開いて、先ほども設定しましたが、平均にしておきましょう。次、折れ線グラフで、問い合わせ件数の推移の可視化ですね。積み上げ面グラフ。こちらも問い合わせ一覧のアプリ。フィールドの方を判例を店舗。軸を受付の時の年月。で、値をレコード番号。最後に縦棒グラフで新規契約数の推移を見ていきますので、積み上げの縦棒をセットしまして、今回はサービスの契約数。ここでだけね、ちょっとアプリが違います。で、判例に製品、軸に年月、値を契約数。はい、これでダッシュボード完成です。一旦プラグインの設定を保存してアプリを更新してみます。ドリルが 93666870163。こちらも 93666870163という形で同じ数字になっています。これをしておくことでですね、複数のアプリ一つで見れるようになります。便利ですし、例えばこの岩村さんの担当の未解決の案件、どんなものかって押すと、次にレコードが見れるようになっていきますので、レコードを探す上でも非常に簡単になります。こちらのチャンネルではこのようなクルーダッシュボードを活用するドリルの動画も上げていますし、それ以外にクルーシート、クルーデータの動画も YouTube 内にアップしていますので、ぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。